やっほー、皆さんこんにちは。今回は特別編第2弾ということで、サンリオをテーマにしたスイーツを作っていきます。ちなみに第1弾ではジブリをテーマにしたスイーツをね作ったので、それもまだ見てない方がいたらよかったら見てください。今回もインスタのアンケートでみんなにテーマを決めてもらったんだけど、サンリオに決定した時に私どうしても作りたいのがあって、それが何かっていうと、クロミちゃんとマイメロを一つにしたケーキ。もうそれ絶対可愛いよね。ということで、まずはマシュマロのフォンダンでクロミちゃんとマイメロのオブジェクトを作ってます。まずはマイメロからね。さあ行くぞ。本当はね、座ってる全身を作りたかったんだけど、フォンダンが思ったよりね柔らかくて、頭をね体が支えきれなくてちょっと潰れちゃう感じになっちゃったから、今回は頭だけね作ることにしました。接着部分を濡らしてあげるとしっかりねくっついてくれます。今回もプリッツを耳の骨組みに使います。待って、食べたい。うわー、食べたいけどちょっと我慢。プリッツに巻きつける感じで、耳をプリッツに巻きつけました。プリッツの先っちょがここに出てる。ほんとさせる？こんな感じで。見て、折れ曲がってる風マイメロの耳がちょっと本当にうまい具合に調整しました。どうこれマイメロなんじゃない？リボンかわいいの作ってあげよう。水色がいいかな。手袋つけたままの細かい作業が本当に苦手で、ちょっと素手ですいません。じゃーん、マイメロです。かわいい。マイメロの方がね無事にできたので、次はねクロミちゃんの方を作っていきます。クロミちゃんの方がちょっと難しそうなんだけど、家にあるものを駆使してね可愛く作ってあげます。どうでしょうか、こんな感じでブスって刺すのできました。めっちゃ可愛い。後でこれを飾りに使ってめっちゃ可愛いケーキを作りたいと思います。先を急ぎましょう。マジでどうしよう。キティちゃんとキロッピはこの間ちょっと別の動画でねやったばっかりなので、他のキャラで。待って、マジで悩む。みんなやりたい。ハンギョドンめっちゃ好きなんだね。私ハンギョドンのスタンプ持ってんの。めっちゃ全員作りたかったんだけど、ちょっと厳選した、1、2、3、4、5体。この中からルーレットで決めようと思います。やばい。ストップ。あ、ポンポンプリンだ。嬉しい。てか全部嬉しいんだけど、ポンプリンは一回消して。はい、オッケー。全員大好きって感じだから。何が来ても私は可愛いスイーツをね、作ってあげるからね。スタート。ストップ。あ、ハンギョドン！ハンギョドン来ちゃった。ハンギョドン来ました。もう一体ぐらい作れる気がする。ちょっと待って、とりあえず、ポンポンプリンとハンギョドンは絶対作るとして、もう一体は、余裕があれば作るみたいにしよう。はい。ということで、ちょっと一回、ハンギョドンを消して、はい。あと、もう一体かな。いきます。あ、ペックルということでね、このラインナップでいきたいと思います。ちょっと何作ろうかな。なんかね、なんかマカロンにしたいんだけど、マカロンどのキャラがいいかな。ハンギョドン何で作る？めっちゃ悩むな。クッキーかな。クッキーが一番いい気がするな。ということでね、めっちゃ悩んだんだけど、ハンギョドンはマカロンで作ることにしました。怖いよ。やっぱり見た目も美味しそうなものを作りたくて、ハンギョドンって結構ね鮮やかな青色だから、マカロンがね一番いいんじゃないかなって思って、今回はマカロンにしてみました。マカロナージュする前に生地を分けて、それぞれね必要な色をつけていきます。
まずは水色なんだけど、色はね本当に感覚でやってます。こんな感じかなみたいな。今までね相当な数色を作ってきたから、今はね結構一発で目的の色になったりするんだけど、最初ら辺はめちゃくちゃ調整しながらやってました。そしたらね絞っていきます。まずはベースの水色ね。こんな感じでハンギョンノンの方は絞り終わりました。そして今回もちろんさゆりちゃんも一緒に作ってあげます。やば、これ違うじゃん。間違えた。さゆりちゃんの方も無事にできたので、しっかり乾燥させておきます。次はねクッキーを作っていくんだけど、こっちはねポムちゃんにすることにしました。クッキーはメインではなくて、ちょっとねあるスイーツの飾りに使いたいと思います。次はねロールケーキを作っていきます。ということでポムちゃんのメインはこっちです。プリンにするかとかカステラにするかとか、なんかすっごい悩んだんだけど、今回は他のスイーツも結構重いので作業量とかを考えて一番慣れてるロールケーキにしました。よくね初心者におすすめのスイーツってありますかみたいな質問をねいただくことがあって、私は結構ロールケーキがおすすめです。失敗しづらいし、案外ね作業工程も多くないかなって思うので。生地をもうちょっとね鮮やかにしたいので、黄色のアイシングカラーで着色します。別で泡立てておいた白身を2回に分けて加えて、切るようにねざっくり混ぜていきます。OK かな。それでは焼いていきます。スポンジが焼けてました。これ見える？これはね一旦冷ましておきます。ちょっと待って、一旦余熱。次のココアのスポンジが。オーブン1個しかないから、なるべくね待機時間が出ないように作る順番とかは考えてます。次はねカスタードの方を作っていくんだけど、これはねロールケーキにちょっと使おうかなって思ってます。冷蔵庫で冷やします。そしたらポムちゃんのクッキーを作っていきます。じゃーん、ポムちゃんの型を持ってました。チーカー作った時に顔まで彫っちゃってね後悔したから、今回はこのまま焼きます。これはスポンジと入れ替えで焼いていきます。じゃーん、こんな感じで焼けてました。よし、急いで出そう。ケーキはね早めに出さないといけない。こんな感じです。よいしょ。繰り返します。ここ大事だから。よいしょ。あざす。成功。根が取れないように。よいしょ。粗熱が取れたらラップをするので一旦置いてきます。クッキー焼いてる間にアイシングクリームの方を作っていきます。なんかねポンポンプリンは結構淡い色だから、黄色と茶色をね混ぜます。ちょっと黄色濃かったかな。ちょっとどころじゃないくらい濃かった気がするんだけど、でも失敗じゃないかも。こんな感じ。これだよ。調整ゼロっていうのはねマグネなんだけどね。はい、こんな感じで3色用意し終わりました。マジで色合ってない？ちょっと茶色薄いかもしれないけど、濃い色を出しにくいからね。クッキーは今焼いてます。ちょっとまだ余裕がありそうだったので、最後にペックルのスイーツも作っちゃいます。ちょっとねある材料とかも考慮して抹茶マフィンを作ることにしたんだけど、カップケーキとマフィンの違いって私あんま分かってないんだよね。マフィンの方がしっとりずっしりしてる感じかな。真ん中にちょっと抹茶のチョコレートを仕込んでみました。
したらこれは焼いていきます。次はクッキーにアイシングでポム太郎の顔を描いていきます。実はね、余ったクッキーでお花とマフィンもね一緒に作ったの。さっきの3色だけで作れるかなって思って。こんな感じで一旦ね乾燥させます。めっちゃね大変でした。いやー、マフィンが焼けてました。かわいい色。だからね、これがちょうどもういいので冷蔵庫冷やしていきます。で入れ替えだね、この子たちはね。よいしょ。あとね、トッピングの関係からここをね全部むしり取っちゃいます。はい、チョコが見えてる。とりあえずこんな感じでちょっと平らにしました。これめっちゃ芝生みたいじゃないの。じゃーん、乾燥が終わってるっぽい。こう撫でてね、全体がしっかり乾燥してることを確認します。焼いてきます。ただオーブン台がないからこのロールケーキ台のさ、この面を使って焼きます。オーブン台をね、この前割ってしまったのです。もうこれはね、買い替えなさいってことだよね。うちのオーブンもそろそろ休みたいんだよ、きっと。かわいい。こんな感じでマカロンができました。こっちが成功しちゃったっていうね。こんな感じでペアが出ております。めっちゃ綺麗。で、ハンギョドンはなんかね、こっちはちょっと焼きすぎちゃったじゃん。この焼き色がね、結構ついちゃって。で、こっちは、なんか口のとこがひび割れてしまっているっていう感じかな。なんでって感じ。で、ハンギョドンに関しては全く同じ方法でやってるから、なんでこっちは成功して、こっちはひび割れてるのかわかんないし、まあ、でも、全体として可愛いですね。なんかね、マカロン焼くときにしっかりマカロンのこの汁パッドを本当に拭くといいと思います。私はそれで結構ね、剥がしやすさが変わりました。なんでかわかんないけどね。めっちゃ可愛い。こっちの方が大きいっていうちょっとね、あってはならないことになってしまっているんですけども。生クリームさっき作ったんだけど、見てこの量やばくない？ちょっと見たくないよね、これやばいよね。ということで次はロールケーキを巻いていくんだけど、ロールケーキのクリームはね、本当に固めに泡立ってるのがおすすめです。なので私は結構ホイップの割合を多くして固めのクリームを作ってやってるかな。中心をクリームで埋めたいからこんな感じでねクリームを配置して、そんで今回はポンポンプリンをモチーフにしてるからちょっとね真ん中にカスタードを入れてみました。キャラメルカスタードの味にしようかなって思ってます。それでは巻いていきます。ここからが本番だからね。こうキュッキュッて。はい。でこれでちょっと冷蔵庫冷やしていきます。よいしょ。今はですねポムちゃんクッキーが乾燥終わってたので顔を描いてます。3つくらい描いてみたんだけど、まずちょっと中心に寄ってる感じの顔でしょ。でちょっと目を離してみた顔でしょ。中間くらい。これが一番なんかポムちゃんっぽい気がするんだよね。なんでこれに合わせて描いていきます。どうでしょうか。かわいい。ね、このペンはフードペンで、飛田商店とかにね、売ってるので、乾燥してるものにはね、使えるので、これ、よかったらみんなも使ってみてください。こんな感じでできました。目がね、ちょっと手でこすっちゃったから、なんかこれ食べます。うまっ。おいしい。これはちょっと置いときます。
次はケーキに使うクリームの方を作っていきます。今回はクロミちゃんとマイメロをねイメージしたケーキにしたいから、生地はココア味でクリームはねいちご味にすることにしました。ちょっとねアメリカンなケーキをイメージしてクリームが結構ボソボソなんだけど、これはね内側にしか使わないので安心してください。いった。わ見てー、美味しそうじゃない。それではねナッペをしていくんだけど、ちょっとねクリームが硬すぎたかもしんない。でも私このボソボソのクリーム好きなんだよね。めっちゃやりづらいんだけど硬すぎて、ちょっと硬すぎた。よいしょ。間にいちごクリームが塗れたら、外側は紫色に着色したクリームでナッペをしていきます。なんか今回のクリームの硬さ久しぶりにめちゃくちゃドンピシャかも。超ナッペがやりやすかった。そこたこれで今日はこのお皿にいて大丈夫。これフランフランで買いました。こんな感じでねナッペが今回綺麗にできました。ということでこれは冷蔵庫で冷やしていきます。先を急ぎましょう。それではさっき焼いた抹茶マフィンの上にチーズクリームでペックルの顔を描いてあげて、まずはねマフィンから仕上げていきます。このチーズクリームは後でマカロンに使おうと思って作ったチーズクリームの一部を使ってやってます。こんな感じでねまずベースができました。そしたら次は黄色のチョコペンでくちばしを描いていきます。そしたら最後は黒のチョコペンで眉毛と目玉を描いてあげるんだけど、これがねめちゃくちゃ使いづらくてさ、チョコペンってどんだけやってもなれないんだけど、なんか眉毛こういんですけど、じゃーペク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 できました。これなんか間違い探しみたいな感じになっちゃったよ。頭がでかいのはダメです。これ間違いです。ちょっとね余裕がなくてできないかなと思ったけど、なんかできたね。はい、これ冷やすんだけど顔崩したくないじゃん。ラップついちゃうじゃん。こうやってやってピーンとラップを貼ってこうよ。はい、ペク真ん中のがねペックルなので、真ん中のには絶対に触らせないように。ほらあんまりついてないでしょこれ。こんな感じでいつもね試行錯誤してます。それでは次はハンギョドンマカロンの仕上げに移りたいと思います。なんと今回ねハンギョドンの方はオレオクリームにすることにしました。珍しく味変ね。さゆりちゃんの方はノーマルのクリームにします。ノーマルも絶対食べたいからね。はい、オッケー。最近マカロンのねクリームがちょっと固まらないみたいなねコメントをちょくちょくいただくんだけど、もしかしたら気温が高くてちょっとね溶けちゃってるかもしれないから、まずはね氷水につけてやってみてほしいのと、私はねこうやってクリームを絞ったらすぐね一旦冷蔵庫で冷やしてます。絞る時の手の温度とかでもねクリームがどんどん緩くなっちゃうからね。砕いたオレオのクッキーをいつものチーズクリームに混ぜてオレオクリームを作りました。こんな感じでできました。ね、見てぴったりなんだけど、もうお菓子作りしすぎてさ、私こういう感覚が研ぎ澄まされてるかも。なんか最近ね全然測らなくてもなんかぴったりでこうやって分量できるようになってきてる。そしたらこの子たちと交換させます。やばい、ハンギョドンの方がちっちゃいという悲劇。緊張する。いきます。手が震えるのマジで。手が震える。
ハンギョドンの目は余ってたねアイシングクリームを使いました。チョコペンより全然描きやすいんだよね。とりあえずこれは乾燥させます。目玉をね、乾燥したら最後ペンで目を描きます。そしたらマカロンは一旦置いとくので、先にねロールケーキの方を仕上げていきます。もっと本当は冷やした方がいいんだけど、ちょっとね時間がないのでカットしちゃいます。カスタード待って、少ないか。じゃーん、こんな感じ。全部無事にカットが終わりました。ポムポムプリンということでロールケーキの上にキャラメルソースをトッピングしました。ちゃんと細部までねこだわっていかないと。やっとこの子たちの出番が来ました。ロールケーキと同じくらい労力使ってるからね、多分。こんな感じでポムちゃんクッキーを真ん中に乗せていきます。なんかちょっと黄色すぎるよね、絶対。なんかいい感じのものがあった。これ使おう。こんな感じでポムポムロールの完成です。次は乾燥させてたマカロンの方を仕上げていきます。あとはハンギョドンの目を描いてあげるだけだからね。なんかさ、完全に乾燥してない状態でやっちゃったから、すっごい目がにじんじゃって、なんかすごい疲れ果ててる人みたいになっちゃった。今回はセリアで買ったランチボックスに盛り付けてみました。はい、こんな感じでね、ハンギョドンマカロンは完成です。イエーイ。そしたら本日最後になっちゃったんだけど、本日メインのケーキを仕上げていきましょうか。ナッペはクロミちゃんをイメージして紫色のクリームでやったから、今度は外側はマイメロをイメージして白とピンクでメルヘンな感じにデコレーションしてみようと思います。とりあえず1段階目はできました。これいけるかな。やったことないんだけど、ちょっと失敗してもいいとこから始めよう。なんかいけたんだけど、超綺麗じゃない？ほら、初めてこういう垂れるやつ初めてなんだけど、これで調子乗るとね失敗するから、ほら調子乗んないってのが大事。パティシエになろうかな。じゃあお待たせしました。やっとこの子たちが使えるね。こうだよね、こう土台みたいなのを置いて、せーの。待ってなんか可愛すぎるんだけど、見て、ガチ可愛いんだけど、何この可愛さ。こっからどうしよう、マジでどうしよう。こっからこれどうすればいい？アラさんつけるか。なんか前が物足りなかったから、最後はねマイメロクロミちゃんの名前をケーキに書きました。できました。かわいいかわいい。無事に全部のサンリオスイーツが完成しました。可愛いの大渋滞なんだけど、てかカラフルじゃない？一番とか決められない。ペック、偽ペックリとかももう可愛いもん、もはや。作ったスイーツはお友達とみんなで一緒に食べました。もうね、ケーキ切るとき本当に悲しくて、この瞬間が一番嫌いかもしれない。ケーキの断面も綺麗にできたし、味もねすごい美味しかったです。何よりクロミちゃんとマイメロをいい感じにね合体させたケーキができたんじゃないかなって思います。前回のジブリの時もそうだったんだけど、今回もどんなスイーツを作るか、デザインとか味とかそういうの考えるのもねすっごい楽しかったです。合計で12時間くらいかな。ほぼねぶっ通しで作業してたんだけど、お菓子作りだけは体力あるんだよね私。また次回もねインスタの方でテーマを募集しようかなって思ってるので、皆さん参加してくれたら嬉しいです。今回のスイーツは何が一番良かったかな。コメント待ってます。ということで今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。